ついに最強の旅する車納車しましたよっ。今回は車を乗り換えた理由からキャンピングカー仕様ハイエースの気になる装備やスペースの広さ、ファミリー目線の気をつけたいポイントまでご紹介します。これから車選びを考えている方の参考になれば嬉しいです。今回納車した車はこちらハイエース版スーパーロング。はい、ついにうちもハイエースに手を出しました。はい、はい車中泊を一回前のねランドクルーザープラドでやってみたよね。やってみたところ、まあ子供ちっちゃい子2人いていけるかなって思ったんやけど、まあ首こないなるし狭かった。居住空間の高さこれぐらいしかなかったからね。って寝てたよな。おー、めちゃくちゃ狭くて体ガッチガチになって、次の日もう遊びに行く元気ないっていうね、本末転倒な感じになったよね。でまあそういうのを繰り返してるうちにもうちょっと車中泊しやすい環境を作りたいなってね、夫婦で話すようになって、でせっかく長野に移住して、駐車場とかも結構広いし、東京住んでた時はやっぱ車問題で幅の狭いプラドにしたっていうのもあったんやけど、今は駐車場問題が特にないから、せっかくやったら大きい車しましょうかということでスーパーロングになりました。そう、ハイエース買おうって思った時に、私ハイエースって1種類しかないと思ってたら、なんかすごい種類があったんやんな。そうそうそう、ハイエースって言っても大きく分けて4種類ぐらい幅が広いのから背が高いの長いのってあったんよね。それは今回初めて知った。これはその中でも一番幅が広くて、一番背が高くて一番長い。言ったらハイエースって最大のハイエース。めっちゃ長い。めっちゃ長いよねこれ。これは私運転できるのか大丈夫。一応ルール的には普通免許で運転できるから。そうで、一番背が高くて大きい車なんやけど、その中でもちょっと特殊な車になります。そう、普通のハイエースじゃないんだよねこれ、8ナンバーです。このハイエース8ナンバーって何やったっけ？改造車なんか救急車とか改造車って結構8ナンバー。あ、そうなんや。ってことはこのハイエースは改造されているということです。あ、そういうことなんだ。そういうこと。じゃあ何が改造されているかというと、じゃじゃん。オープン。はい、中はこんな感じでキャンピングカー仕様になっております。めっちゃ綺麗じゃない？いやこれすごいよね。めちゃくちゃ綺麗。すごいよ。これなんかそう茶色の、なんていうの、ファブリック。でもやっぱり子供が後ろ座るから、ここはちょっとカバーとかつけないとあかんなとは思ってはいる。この椅子ね。で上はこんな感じで棚になってます。これなんかちょっとラブリーだよね。確かにお花柄なんよね。これ純正デコーらしい。あ、そうなんや。このキャンピングカー、変えたいかな。でもこういうさ、カーテンとかも綺麗で茶色やし、中古のキャンピングカーすごい色してるやん。ちょっとデザイン古いキャンピングカーはちょっとバブル時代を思い返さすというか、ちょっと独特なセンスしてるよね。このカーテンさ、ちゃんと遮光カーテンでさ。あ、そうやんな。そう、それがポイント高くって、ほら全然光入ってこないし、これだったら夜もね、安心して寝れるっていうか、窓はここが網戸になってるって感じ。そう、ここが網戸になってます。スライドドアで。これね、半開きとかもいろいろできるよね。便利やね。そう、ライトがこんな感じでいっぱいついてて、ここも照明になってるし、そうそう、ここもね、なんか照明がすごいさ、いっぱいあって、後ろも高級感あるよね。なんか間接照明みたいな。で、ここが水道になっております。水道、そう、キャンピングカーなんで水道があります。何ってやっぱ水道が一番欲しかったんよね。そう。だからちょっとでも子供がなんか手汚したりした時とかに洗えたりとか。いやー、そうなんよね。さ、夜ね、ちょっと歯磨きして口ゆすいだりとか、水道はこれタンク積んでて、ここ開けてくれる？そう、ここに16リッターなんかな、ポリタンクがあって、右側が
浄水、まあうん水を入れていって、左側に排水が溜まって、なんで排水は溜まってきたらお家のどっかに捨てたりとか、排水は処理して、で水がなくなってきたら右側のタンクに給水してっていう感じかな。うんうんうん、そうこんな水道のシステムです。でここが冷蔵庫になってます。なんと冷蔵庫付きです。結構入りそう。おー結構ね容量こ2リれッター入るな。入る2リッター入る。これ何段階あるの？マイナス15度。そうなんや。マイナス15度までいけるのあじゃあすごっ。冷凍もいけるってことだ。冷凍庫じゃんこれ。すごいね。すごっ。ここここがさ、うん何ちょっとキッチンスペース的な感じなんかな、じゃあ。そうそうそう。コンロは別で持ってこなあかんけど、うんこういうところになんかよく使う調味料とかスパイスボックス的な感じ的な感じやんな。使い方としては。でここも多分そういうものとか、あーゴミ袋とかさ、上に棚があるよね。の住んでもいいんかなって感じだね。ちょっなるほどとここはまた後日いろいろゆっくり考えたい。そうだ思いねま。すうん、使い方はね。はい。はい。まあ収納はいっぱいあるっていうう。ん。はいでここ2段ベッドになってます。はい。これが良かったよね。そう空間を効率よく活用するっていうのに2段ベッドになってるのが良かったなっていう。まあ座ったらこんな感じで、うんまあちょっと頭つくけど、うんまあでも全然問題ない。うん。でここになんかちょっとキュッて入れられるスペースがあって、何入れようかな。そこな。子供のおもちゃとかかな。この前子供はぬいぐるみめっちゃ入れとったね。ここにね。そこに。うん。でもちろんこれは取り外しできます。そうやね。これの2段ベッドのいいところが、これ普段ここ、あ、そっかそっか。ハイエース窓なんですよ。そう。さやちゃんの後ろにある窓が、こっちサイドにもあるはずなんやけど、ここは窓をぶち抜いて、こういうちょっと箱、出窓みたいになってて、出窓になってるおかげで、これ横幅170センチ以上のベッドを確保してるらしい、スペースを。だから平均的な身長の成人男性やったらこうやって横向きで余裕で寝れちゃうっていうのがすごいいいとこ。寝てみる？寝てみようかな。寝てみようか。成人男性でも横向きで余裕で寝れんのこれ。こうやっすごい、てほんまや。めちゃめちゃ快適なんよねこれ。すごいよ。じゃあ普通のワイドサイズやったら横向きに寝られへんってことか。あー170センチの人。うんギリギリ多分足曲げたら多分この出窓がなくてもワイドサイズのハイエースでも寝れるんやと思うけど、これがもっとナローサイズとかなってきたら多分もう160センチとか幅なっちゃうからなるほど寝るのがしんどくなってくるかな。こう斜めに寝てちょっと空間なんていうんやろう、空間を使ってスペースを使って寝ることになるかもしれない。でもこれは170センチが真横に向いて寝れるからここに 2,3 人寝れるんよね。なるほど。それがすごくいいな。スペース的にはまあ大人2人寝れる。大人2人は余寝裕。れるね。多分セミダブルぐらいあると思う、ここの幅が。でゆったり寝るんやったら、まあ子供と大人やったら寝れるかなって寝れるし感じだな。大人1人大の字になってもいいし。そうこれね結構ポイント高かった。これってよこんな感じあ、そうそで簡単に取れて、でこれ何？う。えこれどこにつ使うんこれ？あ、これは2段ベッドだからこれが1段目。あ、ここにそっか、なるほどね。1段目に敷くための板。ああ、そっかそうそっか。じゃあ後でそれで寝てみようかな。うん。でここもなんか一応ちょっと収納できるんやな。そうそうそう。一応タイヤハウスのところに小さな収納があって、でこっちはサブバッテリそう。あとは走行充電のシステムー、がもうすでに入ってるから。うんここはあんまり収納には使えんね。そうやな。うん。でここはでもがっつり収納が。あ、でもこれもバッテリー1個入ってるねバッ。テリー入ってるんや。うん。って感じやね。 100っていうのが2つ入ってるのかな。うん。そう。こんなところにもちゃんとほら見てああ、照明それ。照明がある。あ、いいですね。あ、これさっき言ってたやつね。はい、そうです。これ確かにちょっとおしゃれ。間接照明うん。みたいになってる。
今どう？普通に立ててる？全然立てるよ、見て。普通に着替えられる。本当だね。もう家やね。これだからそれ抜いたら普通にそこでスキーウェアとか着替えそうてやな。スキー場行ったりとか、でここに物を置けるしさ、物置けるし、バラバラならへんよね。連泊の時に日中の着替えとかも余裕でできちゃうって感じ。どうする？2段ベッドにしてみる？2段ベッドにしてみて。してみようか。ここにさ、こうベルトみたいなんで板が固定されてて、こういう感じ？この板もさ、ただこうカチカチってわけじゃなくて、表面もすごい手触りのいい柔らかい素材で寝やすい。このままでも。いや、そうよな。めっちゃ気持ちいいよね。気持ちいい。あ、こんな感じ？こんな感じ。面白いいじゃん。じゃあ2段ベッドにするのに、実はこの椅子たちがトランスフォームして、それを今から実演したいと思います。はーい。ベッドはまずこれを取ります。よいしょ。取っちゃって、皆さんご想像の通り、そうこんな感じでフルフラットになって、しかも手前に動きます。よいしょ。おー、そっちにね。そう手前に動いて、ここの横にクッションあったでしょ。はい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 。クッション壁にあったやつね。そう、このクッションたち、クッションあったでしょ。このクッションがなんとここにはまります。なるほでベッドスペース、ど。大きいベッドスペースができる。そっか、だから横幅が結構取れるんよね。そうで、同じことをこっちでもやります。したよ。はーい。あ、机ね。机。この机は行き場所がありません。その状態でそれは使えへんの？これは頑張ったら使える。なんかここの隙間に頑張ったら足が入る。足が入ってそこにカポンってかけれるんや。全然頑張らんで入るやん。こういう使い方もね、チャイブ台みたいな使い方もできる。頑張らずにできました。頑張らずにできたね。さあどうでしょう。これがフルベッドスタイル。2段ベッドで、ここに足入れて、でこうやって寝れる。ここにもう一個キャンプのインフレータブルマットとかを敷けば、こういう段差とかも全然気にならないだろうし、すごい寝心地いいと思う。こっちにも十分スペースあるからね。男の人でも全然ここ寝れるね。ちょっと斜めに体すればこっちでも寝れる。こんな感じです。はーい、すごい。めっちゃ広い。めっちゃ広いね。すごいね。おー、家やな。家や。家やし。なんとこれ。何これ？ホテル？中古で4年落ち。中古って本当なんかあってもすごい古かったりさ、なかなかこういう綺麗なキャンピングカー仕様の中古車っていうのがなかったんよね。キャンピングカーってなかなかこう普通の車と違って、結構長いこと乗る人が多いから売却されないから、年式の浅い中古車ってあんまりなくって、だから結構苦労したよね、探すのに。めっちゃ苦労したな。そうだ、四駆が全然なかったんよ。そうそう。そもそも四駆で軽油っていうのがなかったね。妥協するならまあ軽油を妥協するしかないと。そうディーゼル妥協して、これは一応ガソリンの四駆にしたって感じ。はい。この椅子も前向きにもなるんよ。うんうんうん、今これ対面でご飯食べるスペースみたいになってるけど、走る時はこの椅子が前に向いて、例えばそうそう
ほらほらおお。ほら見て。そうこの車両のすごく良かったところがうん3点シートベルト2箇所使える。うんこれが地味にチャイルドシートを使いたい人のキャンピングカー探しで多分難しいところで、チャイルドシートどこにつけるかっていうので、うちはシートベルトで取り付けるチャイルドシートを2個持ってるんで、その2台をつけるための3点シートベルトが2箇所必要です。真ん中と後ろの座席の壁側に1つずつあって、これでチャイルドシートを、並べてはできないけど2つつけることができる。これがこの車両のを選んだ大きなポイントやね。うん確かに。なんでそうチャイルドシート使いたい人で今考えてる人がいるのであれば、このシートベルト様式と位置っていうのはかなり大事なんで考えた方がいい。何ってこう3点式以外のところは2点シートベルトってこの腰ベルトだけのあるやんか、バスみたいな、バスみたいなシートベルトになるからチャイルドシートがつかないんよね。だから3点式のシートベルトがどこに何個あるかっていうのは大事なポイントかも。はい。これが走行時の様子。こんな感じね。こんな感じなんで、前に2人真ん中に3人後ろに2人で、このハイエースは7人乗りの登録です。だからさ、うん結構旅行とか旅とか出た時に子供と一緒にここで買ってきたご飯が食べられる。毎回外食するとやっぱりお金も結構かかるし、かかるな毎回外食っていうのもちょっとね、なんかどうかなとか思ったりするし。と思うしね。ここで一緒に食べれたらね、いいよね。ちょっと車置いて、ここで、作ってきたおにぎりとかお弁当とか一緒に食べてもいいし、今までだったらそれはできるけど、車でみんながさ前向いた状態で子供後ろ座ってて食べさせて結構大変やったもんね。あれが結構億劫やった。で前にキャンピングカー借りたよね、キャブコン。でその時にコンビニでパッて買ったおにぎりとかお弁当をこういう対面の机で子供と一緒にちょっと休憩で食べれたりできたのがすごい感動あって、でもうこれをしたい。あれで目覚めた。あれで目覚めたね。このスタイルがいいってなったね。子連れには特にこういう対面の机のスペースができるっていうのはすごくいいよね。あとは気になってるのが積載。連泊とかしていくときにさあこの居住性を確保しながら積載ができるのかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。はい。2段ベッドの状態である程度荷物詰めた方がよくない？そうやね。ここにね。そうこれがさどれぐらい詰めるもんなんかっていうのをちょっと試しときたくってやってみようかな。まずはこれサップね。これからの季節サップ積んで多分旅に出ることが多いだろうから、これがぴったし。おーすごい。結構奥行きがさあってさ、本当だ。まだまだ余裕あるね。テントとか全然余裕で入るやん。本当だね。で次テント、うちの主力テントブラックドラゴン S450。キャンピングカー持ってるとはいえどテント泊もするかなので、シェルターとかあったらいいよな。そうでシェルターカーサイドシェルターみたいな使い方をしたい。余裕見て。いいじゃん。余裕で入ったよ。いいねいいね。あとは椅子とか。そうやね、椅子とかテーブルとか、椅子がキャンピングチェアこれ1脚、これよく使ってる椅子やけど、うちがこれとか普通にも隙間にスコッて入る。これ2脚、このままの状態で入っちゃうわ。全然余裕だし。あとはテーブル、これも IGT 規格の大きさのテーブルだけど、これも普通にこうやって入れてもいいしね。あとは服とかをその2段目とかに、そうだね、こことかそことかに積んだらいいやな。ただ気になってるのが、今チェアがローチェアどっちかというとのチェアだけど、これを
ハイチェアとかにして大きいのにすると多分このままでは入んないかな。あと気になってるのは、じゃあ冬場はやっぱストーブ持っていきたいやん。さっきみたいに車の横にシェルター置いてそこにストーブを入れたいから、ストーブが乗るかどうかを試したいと思います。はーい。これストーブ、うちのギアミッション、これストーブ、冬場はやっぱこれ使いたい。これも FF ヒーターないからね、うちは。そうあ、もちろん車の中でこれは使えんよまあそうなんやおお、高さ的には全全然然いいね。全然余裕。可愛いな、積んでたら。なんか合うね、合う、めっちゃ合う。合うね、雰囲気が。テント積んでストーブ積んで、あとまあ椅子とかテーブルとか積めばいいかなみたいな感じかな。あともう一個気になってるのがスノーボード。やっぱ行くやんゲレンデ、だからスノーボードが入るかどうか。縦にまあそりゃ余裕ですよね。でも3列目のシートの下までかかってる。ああ、そうなんや。トランク、この後ろの2段ベッドの部分だけでは収まらんかな。ちょっとギューッと突っ込んで。なるほどね。でも十分。うん。やっぱさすがハイエースやねっていう。ね、積載はあんまり困らんかなとは思います。はーい。はい。で、運転席が今こんな感じ。4年持ちやけど、めっちゃ綺麗じゃない？なんか前のオーナーさんがすごい綺麗に乗ってはったらしくって。いや、なんかもう見るからに伝わるよね。すごいよね。めちゃくちゃ大事にしてたんやろねっていうの。すごい綺麗。すごい。新車みたいだよね。そうそう、新車みたいな。なんかでもやっぱアウトドアで使えたらこの辺とかシートつけた方がいいんかなとか思ったり。そうやね。ちょっと内装ね、カスタムしたいな。そうそう。でこことかもなんか結構可愛いシールとかがあったり、なんかここもパネルとかあるのかな。ウッド系のいっぱいある。そうそうそう。そういうカスタムとかはちょっとこれからしていきたいなっていう感じです。そうやね。普通の貨物車やから、内装、運転席周りの内装は質素やね。ちょっと気分上がるようにおしゃれにしていきたいなって思います。まあ徐々に。徐々にね。で、外もそうなんよね。外もそう。で、外装もタイヤとかはちょっと純正でもうすり減ってきてるから、これも早々に変えないとちょっともう山が全然ないから変えます。はい。ここまず変えます。まず変えましょう。ホイールもちょっともうちょっとこう可愛いのにね、かっこいいのにね。かっこいいのにしようかな。はい。で、前も結構純正、自分たちでできる範囲でちょっとかっこよくできたらいいかなって思ってます。なんかプランあるの？プラン？なんかこここうしたいなっていうのがあったりするの？ここちょっと黒に、マット系の黒にしたり。トヨタのマークをね。そう。このグリルの部分とか。グリルの部分とかもちょっとなんかマット系の黒にしたいなとか。で、目は丸目可愛いけど、別にこのままでもいいかな。この目もすごいかっこいいしいいかなと思う。そう。で、なんか黒くできるんだっけ？そう、目の中を黒くしてちょっと締まりを出せるから。まあ徐々にね。徐々に。この車も徐々に様変わりしていくと思います。そういう自分たちでできるカスタム、できるだけ安価にっていうところでこれから発信していけたらいいなって思ってます。はい。ぜひ見てください。